それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、ルノルマンカードを使ってグランタブローで見る2人の恋の近未来について占います。ではよろしくお願いします。早速ですが、ルノルマンカード全部並べていこうと思います。まずは軽くシャッフルしていきます。はい、画角を調整しました。全部入るといいなというところなんですが、こちらの4枚はアドバイスカードとしていただいていきます。なので今はまずこの横に置いておきましょう。はい。で、今お相手あなたとして見ていきますので、2人の距離としては近いようで遠いようなっていうようなイメージを受けます。あなたの生活の中にお相手がいらっしゃるので、距離が近いんですが、なかなか会えないとか距離があるとか、あとは今喧嘩していたりとか、そうですね、ギクシャクしているっていう方もいるかもしれません。またはお相手とデートしたことある仲なんじゃないかなとも思っています。一部の方では複雑恋愛っていうのも出てくるんですね。どちらかにパートナーがいたりっていう可能性もあるかなと思います。それについて少しね考えている、特にあなたの方かな、その関係を終わらせるかどうかっていうところで悩んでいるところもあるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、あなたにもしパートナーがいる場合、そのパートナーとの関係を終わらせて、お相手とこれから先やっていきたいと思っていても、そのことを今のパートナーになかなか告げられないっていうところもあるかもしれませんね。何かに区切りをつけなきゃってことを思っているんですけど、それから目を背けているところがある。パートナーという存在だけではなくて、何か自分の中で区切りをつけなきゃとか終わらせなきゃっていうところで、あなたが本当は向き合って自分自身で整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思うんですね。ただそれに向き合っていくには少しね、心の負担っていうところがかかってくるかな。だから嫌だから、そのストレスから逃れたいし、あなたが今向き合って区切りをつけなきゃいけないこと分かってるんだけど、向き合うとストレスがかかるし、あんまり考えたくないし、またはその対象となるもの自体がもうストレスなんですっていう方もいると思うんですね。今は苦しいこととか辛いこと、ストレスになるようなことを見ないでおきたいっていうところで、好きな人との楽しい時間を育んでいきたいっていうようなお気持ちもあるんです。で、好きな人とデートしたことある方もいると思うんですね。多分そのやり取りをされてる方が多いんじゃないかと思うんですが、喧嘩もしたことあるんじゃないかなっていうのもあるんです。仲がいい時は仲が良くてデートもするし、お食事もしたりするし、体の関係を持ってるよっていう方もいると思います。はい、またはそのようになりたいなっていうところですね。なんですが、やっぱり一部の方では秘密の恋愛とかね、パートナーがいるっていうことでそれを気にされているっていう方もいると思います。そしてお相手と会っても仲がいい時と喧嘩しちゃう時と、そうですね、そういう時もあるかなっていう2人の関係性が見えてるんです。なので距離としては近いような遠いようなっていうところがあります。そして今お互いが背を向き合っているような状態なので、近くにいるような気がするんだけど、今少しギクシャクしているとか、そういうところも少し感じます。あなたの方はお相手とつながっていきたいっていうお気持ちがすごく出てきていますし、もうね、すでにつながっているっていう方もいらっしゃると思うんです。そしてもうあなた自身は自分がこれから先どうすればいいのかっていうことを、どうしたらいいのかってね、もうどうしたいとかそういうところも見えてきています。
ただそのお相手とこれから先一緒になっていくためには少し課題が多いかなっていうふうにご自身の中で感じているところがあると思います。はい。で、この先、あなたの未来っていうところを見ていくんですが、やはりね、ご自身の乗り越えるべきところに目を向けていく必要があるんじゃないかっていうふうにね、ご自身が感じるんですね。辛いんだけど、そこ乗り越えなきゃなって。じゃないと、掴みたいものが掴めない、望みたい方向に進んでいけないっていうふうになっていくと思います。そう。で、お相手も、ご自身の中で何か決断しなきゃなとか決めなきゃなって思うところも出てきてると思うんですね。お互い感じてると思うんですよ。無知のカードがここに入ってるので、お互いの間にね。だからこの口論になってしまったり、時には対立しちゃったり、一つのことについてお互いの意見が食い違ってるのかもしれません、ここ。なので、そのことをお互い考えているところがある。特にお相手の方が考えているところもあるんですけど、そうですね。だけどね、お相手が見てる先っていうのはクローバーなので、あなたとこれからうまくやっていきたいって、これからもね、うまくやっていきたいって思っているし、ネガティブなことももちろんね、含めていきながら、でもそれでも前向きに取り組んでいきたいっていうところがあります。ゆくゆくはデートっていうところもあるので、今デートしたことないっていう方だったら、お相手とより仲良くなれるようなことが出てくると思います。向こうからお誘いをいただくとか。ただね、その2人の仲を縮めていくにしろ、やはり障害とか課題っていうのは出てくるかなと思うんですね。どちらかというと、あなたの方に負担がかかっているようなことが今あるんじゃないかと出てきていました。はい、ということで、お相手もあなたに対してお食事に誘いたいとかデートに誘いたいとかっていうところもあるんですよ。楽しいことを考えている、贈り物したいとかっていうのも考えているかもしれません。なので基本的にはあなたと仲良くやっていきたいっていうところが出てきてるんですよ。ただ2人が仲良くなっていくためには、まずこの口論の元となるような原因っていうところを乗り越えていかなきゃいけないなっていうところをお相手も感じてるし、原因はね、障害かもしくは2人がたまに喧嘩しちゃうとかね、顔合わせると口論しちゃうとか素直になれないっていうところが出てきてるのじゃないかなと出てきていますね。はい。で、お相手が目を背けてるところ、ここ木のカードなんですね。木のカードいろいろ意味があるんですが、今回お相手が目を背けているところに一つとしてまず健康面の問題っていうところ、そしてもう一つはあなたとの絆っていうところで育んでいきたいんだけど、でもね、気になってるところもあるし、自分でなんとかねクリアしていかなきゃいけないこともあるので、そこを乗り切ってあなたと末永くやっていけるかどうかっていうところを気にされているところがあるんじゃないかなと出てきていました。はい。あなたの方から積極的にアプローチしているような感じもします。はい。今まさに出会ったばかりとか、恋愛が始まったばかりというような関係性の方もいるんじゃないかなと出てきていました。今2人の距離感としては先ほどもお伝えした通り、遠いような近いような、そして時々対立してしまうような、そして体の関係もあるような、デートもしているだろうっていうところも出てきていますね。なので曖昧な関係性や複雑恋愛っていう方もいると思います。浅い関係性の方であればそこまで遠くはないので、すごく浅い関係っていうわけじゃないと思うんです。つながりがある状態だと思うので、はい、あなたの方が仲良くしていきたいと思えばもっとね距離を近づけていくことができます。ではどのようにお相手にアプローチしていけばいいのかなっていうところを見ると、ここが一番距離が近いんですけど、対立のカードが入ってるので、ここを行くよりだったらこっちを行った方がいいんじゃないかなっていうのがあります。少し距離が遠くなっちゃうんですけど、ユリ、魚、木のカードとしてこの3枚を通っていった方がいいと思います。ユリのカードはこれもまず調和を表すカード、お魚は豊かさとか自由を表します。木のカードは先ほどもお伝えした通り絆、そして健康面、安全性っていうところも表しているので、2人の土台しっかりしているよっていう方は
大丈夫だと思います。絆を深めていく、仲を深めていくっていうところに意識を向けていくといいんじゃないかなと思いますし、やはりどうしても対立しちゃうんだとか、頻繁にデートしたり、定期的に会ったりしてるんだけど、たまに喧嘩しちゃうのが傷なんだよねっていう方は、ここどうしてもね、乗り越えていくところとして入ってるんじゃないかなと思いますね。そしてお相手の健康状態あまりよろしくないなっていう方は、ここについてまずサポートに入っていくといいと思います。健康状態どうでしょうか、お相手の。そこも出てきていますね。あとは素直になることっていうのがアドバイスで入っています。もし喧嘩とかね、って思う方もしいらっしゃれば。アドバイスカードはハート、キツネ、そしてライダーのカードと、こちらが鳥のカードです。コミュニケーションのカードが入っていますので、今以上にコミュニケーションを取っていくことっていうのがアドバイスなんですが、ただ、狐のカードも出ています。我慢しないとか、あと、素直になることっていうのがアドバイスですね。喧嘩しちゃうとついつい意地を張っちゃうとか、言い過ぎちゃうっていう方もいるかもしれないし、お相手もね、そうだと思うんですよね。あと、必要以上に言葉を重く受けすぎないとかね、そういうところもあります。どちらかが素直になれていないっていうような可能性もあるので、密にコミュニケーションを取っていくことも必要でしょう。あとは、やはりハートのカードも入ってきています。素直に好きです、好きだよとか、その言葉でいいんじゃないかなと思いますね。そうだな、喧嘩になる原因っていうのは距離感のことかもしれないし、関係性、そうですね、2人のパワーバランスのことかもしれませんね。なのでコミュニケーションを図っていって仲を深めていくだけじゃなくて、円滑に進めていくためにはっていうところでやっていくといいんじゃないかなと思います。そしてライダーのカードも出ています。なるべく早くっていう風に動きのあるカードですね。動くとあなたの願望に近づいていくよ、願いに近づいていくよっていうところがあるので、もう多分ね、動くとすぐに解決策っていうのが出てくると思うんです。またはもう出てると思うので、あとはあなたが動くだけっていうところもあるんです、正直。でも動きづらいなっていうのが出てきていますから、ね、かなりこれはあなたにとってはハードルの高いものだと思いますね。乗り越えていくとお相手とぐっと距離が縮まっていくんだけどねっていうのは分かってると思うんです、あなたの方でも。ただちょっと困難かなっていうところは出てきています。その障害に対してはね。お相手とうまくやっていくためにこれ乗り越えなきゃっていうところはあなたの中で分かってるんだけど、ちょっと苦しいなって思うこと、きついなと思うことだと思います。はい。そのように出ていました。真実の愛、お相手を愛するお気持ちや愛されるお気持ち、喜び感謝っていうところで、それはあなたが動いていけば受け取るものも出てくるだろうし、お相手に捧げていくっていうのもテーマとして見てください。では、タロットカードとオラクルカードからもアドバイスカードもらっていきましょう。タロットからはお相手があなたに伝えたいことをもらっていきます。お相手があなたに伝えたいこと、スターのカード、はい、そしてカップの9が入ってきています。待ってくださいね。もう1枚ですね。カップの2番。お相手あなたのことをやっぱりパートナーとして認識してくださってるんじゃないかなっていうのがありますね、ここに。お相手にとってあなたって希望の存在。もちろんあなたも多分そう、お互いそうだと思うんですね。2人がこうやってつながってることって奇跡だって思ってるかもしれないし、そしてこれは必然だって思ってるかもしれないし、2人にとって胸のときめき、希望っていうところで大きな存在として出てきています。お相手を満たしてくれるのはあなたっていう存在ですし、
またはお相手もあなたもここね、願いを叶えていきたい、お互いの仲を縮めていきたいとか、パートナーになっていきたいっていうところが強く出ています。もうすでにそのような関係性なんだっていう方もいると思います。交際しているっていう方もね、いると思うんですよね。つながりを持っている。だけど一部ではちょっと複雑、パートナーがどちらかにいるとか秘密の関係っていうところもあるかもしれないんですが、お互いのこの願いっていうのはつながりっていうところなので、身も心もつながっているような状態、これをお相手も望んでいるし、ということは、時には喧嘩することもあるだろうけど、でもそれを乗り越えてね、2人でこれからも育んでいきたいっていう風にお相手は思ってくださってるってことです。あなたに伝えたいこととしては、今あなたとのつながりを強く感じてるよってことを言いたいって出てきていましたね。ではあなたに向けてのアドバイスカードとしてオラクルもらっていきましょう。やはり距離感っていうところでお互い考えているところもあるかもしれないですね。忍耐のカードが入っていますね。時間をかけてじっくりと乗り越えていく、そのために考えたりとか、いつ動けばいいのかタイミングを見るということも出てくるかもしれません。今すぐ動きたい気持ちもあると思うんですけどね、解決させていきたいとかね、お相手がこんなに嬉しいカードあなたに伝えてきてくれてるってことはすごく嬉しいから、じゃあもう私も何か今障害や課題に感じてることがあったら、それもすぐに取り掛かりたいって思うかもしれません。ただしその障害課題っていうところはあなたにとってはハードルが高いものかもしれないので、ここはあなたがうまく飛び立てるようにエネルギーを温存しておく、貯めておくとか、あとはいつ飛び立ったらいいのかタイミングを見ることだったり、今まだ答えが見えない不安の中にもしいるのであれば、まずその不安を解消させることから取り掛かってみてねっていうのが出てきています。忍耐のカードなので時間がかかることもあるかもっていうのが出てきてるんですね。だけど乗り越えていけるからって、だから諦めずに頑張ってねってスターのカードも出てきてるので、これからもあなたは諦めずにお相手とつながりを求めてやっていくと思うんですね。はい、でもすごく嬉しいカードをお相手が伝えてくれています。あなたが自分にとってのパートナーだって、そして毎日の連絡のやり取りっていうのも楽しみにしていますので、やはり連絡取り合ってるような仲なんじゃないかなっていうのも出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらはヴィーナス、愛と恵み、豊かさを表すヴィーナスのカードです。はい、このヴィーナスから力を分けていただきましょう。ヴィーナスはあなた自身です。自分に自信がないとかネガティブに捉えないでくださいね。これをやらなければ前に進めないんだとか、そこまで追い詰めないでください。あなたはとても美しい人です。外見も心も。それはお相手はすごくよく見抜いていると思うんですね。あなたが美しい人でお相手にとって女神の存在だっていうことをこのカードもね教えてきてくれています。だから自信持って、そして今自分自身を愛する時ですよっていうのが出てきていましたね。ハートのカードもここにあるので、これはこのお相手を愛するだけではなくて自分自身も大切にしてくださいっていうのが出ているんです。何かの存在に怯えたりとかストレスを感じたりとかすることありませんかっていうのが出てきてるんですね。でもそのストレスによって自分自身傷つけていたり、自分の評価を下げているところもあるんじゃないかなっていうのも出てきているので、自分自身大切にして自信持ってください。あなたはとても美しい方です。愛情深くて、そして素敵な方、人からの注目を集めるような美しくて人からも慕われてるんです。なので何がそんなにあなたの中でハードルとして課題としてあるのかなっていうふうに感じるんですけど、ただ人気者なのであなたを助けてくれる存在だったり支えてくれるお相手っていうのがいますから、お相手を信じてくださいね。二人の愛を育んでいってください。
はい、今はもう順調に交際していますよっていう方は、2人の絆をより一層深めていくように、やってみてくださいね。素晴らしいカードばかり出てきていました。お相手があなたに伝えたいことっていうのは、もう本当に叶えたい願いがある、あなたと一緒に叶えたいことがあるっていうことですよね。一緒になることっていうことで。このようなメッセージも伝わってきます。はい。では、今回はグランタブローで見る2人の恋の近未来、お相手の近況やあなたの近況、この先の未来っていうのも見ていきました。ただ、お相手の伝えたいことやアドバイスカードを見ていくと、2人がぐっと距離が縮まるのがもう間もなく、もしくはもうつながっている方は、より一層深まっていくんじゃないかなっていうのが出てきています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、ルノルマンカードでグランダブルを使って2人の恋の近未来について見ていきます。ではよろしくお願いします。はい。では早速ですが、ルノルマンカード、幅広く今回使っていきますので、よろしくお願いします。価格からどうしても外れてしまうかもしれないんですが、できるだけ全部入るように調整していきます。はい、それでは見ていきます。ここの最後の4枚がアドバイスカードになりますので、この4枚は一度ここに寄せていきます。そうすると全部入るかなと思いますね。2番をお選びいただいた方、とても良いです。あなたとお相手がまず向き合っていて、すっごく近くにいるんですね。もう2人は交際されていたり、パートナーシップを結んでいる方多いんじゃないんでしょうか。じゃなかったとしても、両思いです。ここ、2人の気持ち通じています。そして、なんと、お相手の見てる先がリングなので、結婚なんですよね。ここかなり大きなことお相手思ってくれてるんじゃないかなと思うんです。はい、結婚もしくは交際の申し込みだったり、プロポーズっていうところが出てきていますね。で、もしね、関係性が浅いんですって、いや、まだプロポーズちょっと早いんじゃないっていうふうに思ってる方は、お相手があなたのことで、考えていることがある、距離を縮めたいとか連絡先交換したいとか、もうあなたにとってはもうプロポーズに近いようなことなんですよね。とってもいい。ここすっごくいいよくて、向かい合っていて距離がこんなに近いっていうことは、本当に浅い関係性なのっていうふうに思っちゃうぐらい、もうじゃあ浅い関係性だったらもうお相手はあなたに一目惚れしてる可能性すごくあると思います。はい。そしてお相手が今その近況ね、お相手の近況を見ていくと、あなたのことが生活のベースとしてやっぱり入ってるし、あなたも生活の基盤にお相手が入ってるしっていうところもありますよ。そしてお相手が今背中を向けてるところがタワーなんです。で、タワーいろいろと意味がありますね。で、この場合どうやって読んでいくか、結婚のことを考えている、ここね、今結婚っていうワード使うんですけど、関係性によって当てはめてくださいね。浅い関係性であれば連絡交換するとかね、話しかけるとかだし、デートの申し込みとか交際とかね、それぞれの関係性で当てはめてください。そしてお相手が結婚っていうところを意識している。で、ここの結婚のそのためにはね、ここ何か積み上げていかなきゃいけないものがあるとか、それは愛情の量とか深さとかかもしれないし、お互いが向き合ってて、お互いの気持ちが多分分かってる、通じ合ってると思うので、じゃあその結婚に至るまでに何かね、こう積み上げていかなきゃいけない貯金だったり、またはあとお相手にとってはね、少し
ハードルが高いようなものとして捉えてるかもしれない。だけどすごく前向きなことを考えてるし、そうね、例えば住居どうしようとかそういうことだと思うんですね。結婚っていうところを考えていて、この先どうしようかなっていう、いやかなりいいんですよ。なんかね、家のこと、家庭のことっていうのを考えてそうな感じがしますね。ここにお子さんのカードや木のカードも入ってるので、家内安全とかね、そのようなことも基盤に考えてると思います。あなたとだったら健やかな家庭を築いていけそうとか、もちろんね、結婚だけが全てじゃないんだけど、でも今ここで例えとしてお伝えするのであれば、もうそのようなイメージでいるよっていうことです。そして月のカードも入っています。だからその家族愛だけじゃなくて、2人が恋人としてこれからもお付き合いしていくし、これから永遠に愛を育んでいきたいっていう風に考えているところもあると思うんですね。ただここすっごく良いんですが、お相手でも考えているところ、この周りにね、狐、棺っていうところが出てきているので、何かね、お相手の中でもちょっと決めなきゃいけないところがあるとか、まだ全て見せきれていないところもあるんじゃないかなっていうところがあるんです。それは隠してるとか悪い意味とかではないんですけど、まだこう全部というか全部出す必要ないんだけど、そこについて考えていたりとかっていうところもあるのかなと思います。あなたも結婚とか意識されていますよね。はい。お互いがここ間に入ってるんです、リングが。結婚もしくは交際とかね、もっと仲を深めていきたいとか、急速にギュッと縮まっていきたいっていうところがある。ただこの2人は歴史が長いんじゃないかなっていうのを感じるので、なのでどちらかというと浅い関係性というよりは仲を育まれてきた関係性なんじゃないかなっていうのが、はい、思いますね。あなたとしてもお相手との関係性、長い関係性っていうところが出てきています。このピンカードを見ていてもマウスとシップが入ってるのがちょっと気になるかなっていうところですね。お互いの家族のことについて、結婚していくんだったら考えていくことがあるとか、話し合わなきゃいけない何かがあるとかねっていうこともあるかもしれません。そうですね、何かね、ご家族のことかな、お二人の問題というよりはお互いの家のことだったりとかかもしれません。そのあたりかな。ただ2人の絆ってもうちゃんとできてると思うので、はい、どうでしょう、すごく良いと思うんですね。あなたの未来っていうのも明るいです。ただ、これから先また大きくこの2番さん変わっていく可能性もあります。ただしすごく良いので、はい、良いですね。アドバイスカードもらっていきましょう。いいんじゃないかなと思いますね。お相手とじゃあどうやって、アプローチしていけばいいのかなとか、これからどう付き合っていけばいいのかなっていうと、すごく安定してるんですよね。2人の間にあるものってツリーとリングしかないんですよ。約束、結婚、交際とか、あと2人の絆を育んでいくことだったり、またはツリーっていうのは健康状態も表してるんですが、でもね、お二人の場合って健康状態どうでしょう。もし何かあるとするんだったら、そこを早めに治療しようかなとかっていうことかもしれないけど、ただこの健康状態というよりはもうお互いの絆しっかりもう育まれているっていうような気がしますね。なのですごく距離も近いしね、仲良くやられてるんじゃないかなっていう気がします。時々対立してしまったりとか意見食い違ったり、なんでこうしてくれないのっていう時も時々出てくるかもしれないんですけど、それをもうすでに2人は乗り越えていて、固い絆で結ばれているような、一緒にいると落ち着いて安心できるような、そしてもう未来を見据えているような関係性だと思います。やはり何か問題があるとするのであれば、お互いのご両親のことだったり、両親に賛成してもらってるのかどうかっていうところのあたりなんじゃないかなと思いますね。2人の愛情っていうところはしっかりと育まれていると思います。そしてこちらがアドバイスカード4枚もらっています。もうお相手からのプロポーズ待っていてくださいっていう風に入ってきていますね。控えめに言ってもプレゼントっていうところで出てきています。
いや素晴らしいですね。アンカーのカード、一方なんかお仕事っていうところも多少入ってくる可能性はあるんですね。何かこうストレスに抱えていることだったり、2人が仕事つながりだったりとか、あとはお相手の仕事の状況とかっていうところもあるかもしれないんですけど、ただ2人の絆っていうのはしっかりともう出来上がってるような気がするので、あとはもうゴールインまで2人が信じて進んでいくだけっていうのが出てきている気がします。サプライズのカードも出ていますし、問題解決のカードも出ています。ではタロットカードからお相手が今あなたに伝えたいことっていうのをもらっていきます。今あなたに伝えたいこと。はい、見ていきます。ワンドの6番。例えば移動とか出張とかもあるんでしょうか。つられ人。お相手の方が出張が多いとかね。ペンタクル、ナイト。はい、この3枚お相手からのメッセージとしてもらっていきましょう。いやなんかこうあなたに尽くしますよっていうのが出てきています。愛しますよって、ゆっくり長く、確実に真面目な方ですよね。誠実な方なので、その誠実さをあなたに伝えていくっていうところが出ています。真面目だからゆえに抱えていることとか責任感強く感じていることもあるかもしれません。はい、なんかねそんな感じもします。ただそれもそのお相手の個性ですよね。もしお相手が出張があるとか転勤するようなお仕事とかに疲れている場合、単身赴任っていう感じも入ってくるかも、海外っていうワードも入ってくるので、それらに関係するお仕事をもしされていてっていう方はね、ちょっと離れるような期間だったり出張の間とかね離れたりするかもしれないんだけど、帰ってきたら温かくお帰りって言ってほしいなってことをあなたに伝えてきてくれています。はい、何かねこう頑張ったね、お疲れ様とか、そんなことをいつもね見ていてほしいとか言ってほしいっていうのもありますね。あと素敵ってあれかな、自信をなくしちゃうような時がたまにあるのかな。とても誠実な方だけど真に受けやすいところもあるのかもしれません。だからあなたが支えていくというか、お相手のメンタルをねサポートしてあげるような感じで、いつも自信を持たせておいてほしいなっていうようなお気持ちが出てるんですよね。あなたに褒められると頑張れるとか嬉しいっていうのがすごくモチベーションアップにつながるんだってことが出てきています。どんなに苦しいことがあってもあなたっていう存在がいて、そしてあなたが頑張ってねって言ってくれる、一言声をかけてくれるだけで外に出たら頑張れるんだっていう風に出てきています。時間をかけてゆっくりとこれからも作り上げていきたいとか、そういうのも出てきていますよ。あなたの望みを叶えたいっていうのもあるから、なんかすごくお姫様扱いしてくれるんじゃないかなって、すごく大事にしてくれるんじゃないかなっていうのがお相手からのメッセージで伝わってきます。ではそうですね、あなたへのアドバイスとしてオラクル1枚もらっていきましょう。そう、2人の関係性を良くしていくとか保っていくのもあなたっていうね、あなたに主導権があるような気もします。すごく優しい人っていうのが伝わってきます、お相手が。なのであなたが行きたいところいいよって言ってくれたりとか、食べたいものもいいよとか、何でもいいよっていうのは優しさから来てると思うんですね。あなたがそう言うんだったらいいよっていうところもあるんじゃないかなと思います。ただペンタクルナイトなのでね、自分からも動いていくよって、優しくゆっくり動いていくよっていうところもあるので、全然頼りないとかそういうところじゃないと思うんです。はい、結婚近いと思いますよ。はい、というふうに見ていきましょう。これは解放を表すカードです。はい、そして、
今なんか手放しっていうワードが入っています。あなたにとって良くない状況、人々、物、もしあるのであればそれらを手放して緩やかにいてください。あなたの力を弱めてしまうネガティブな考え方を捨てていきましょう。表面的なことに気を取られないで、あなたの心の中、中心の部分にフォーカスを当ててください。新しいものを迎え入れるために、今あなたの心を自由に解放させていく時です。もうすでに収穫したよっていう風に感じるので、お相手との絆を感じるようなことが最近あったりとか、実際に結婚に向けて話が進んでいるとか、交際されているとか、嬉しいことあったんじゃないかなって、この最近、つい最近ですね、嬉しいことがあって収穫、もう自分にとってもまさにこの収穫とも言えるようなことがあったんじゃないかなっていうふうに感じます。そしてこのカードからは、あなたの内のことや生活の環境から不要なものを取り除いてくださいというメッセージもあります。今そのあなたが使わなくなってしまっているものを片付けていきましょう。デトックスをする時間です。新しいものを迎えていくために、あなたは今不要になった古いものというものをお家の中から、そして心の中から手放していくことが必要になってきますっていうアドバイスカードが入ってきていました。はい、ということでお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。これは心の平和を表しています。あなたの心が穏やかでいられるように、今自分の時間を作ってくださいというカードです。今このアドバイスカードと合わせて見ていくと、自分の心のデトックスだったり、これから迎える春のために、花を開かせていくために、今あなたが身の回りのことだったりとか、心の中を解放させて軽くしていきましょう。そのために時間取ってくださいねっていうのが出てきていました。こちらも参考にしてください。今回はグランタブローから見る2人の恋の近未来について占いました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、ルノルマンカードで見る2人の恋の近未来について見ていきます。はい、グランタブローを使ってやっていきます。よろしくお願いします。たくさん価格を使っていきますので、まずカードをシャッフルしていきましょう。はい、それでは見ていきます。寄せていきますね。そしていきなりなんですが、あなたのカードが1枚目に出てきています。これ29番パートナーって出ているんですけど、今回統一して29番は淑女、あなたのカード、そして逆に28番、こちらね、質問者っていうカードなんですけど、これはでもお相手として見ていきます。今回ね、ルノルマンカード統一で28番、29番は統一で見ていますので、そちらでやっていきます。ご了承ください。そしてこの4枚がアドバイスカードなので、一度これをここに寄せていきますね。で、まずここで見ていきましょう。そう、2人の関係性っていうのが出てきています。ロマンチックな関係性なんじゃないかな。そしてこれからもまた未来ね、まだまだ先が長い、展開が長いというか、今出会ったばかりだよとか、そうですね、まだ交際していないよっていう方もいるかもしれない。だけど未来すごく良いです。はい。では進めていきましょう。で、あなたの中でも今まさに始まったばかりというかね、お相手と知り合ったばかりとか、好きになり始めたばかりとか、または交際が始まったばかりっていう方もいるかも。なんかね、始まりっていうワードが強く出てきています。2人の関係性が始まったのか、出会いが始まったのか、そのような
イメージで入ってきますね。だからあなたも前向きに進んでいきたい、デートしたいとか、もっと仲良くなりたいとかね、交際しているのであれば、その先仲良くやっていきたいっていうところで進展、ポジティブな意味で進展していきたいっていうところが出てきています。とてもね、いいと思います。あなたの近未来見ていきましょう。すごくね、いいカードが並んでいるんですよ。で、一つだけここに狐のカードが入っているので、ここそうですよね。その先の未来っていうところで、まず結婚とか、そこをゴールというかね、結婚がゴールじゃないんだけど、今の近未来でね、一つの目標としてゴールや交際っていうところをまず、そこを念頭に入れてお話を進めていきます。そのゴールに向かってあなたがいろいろ準備する時っていうのもあります。今まさにスタートが切られたようなところなので、例えば42キロぐらいのマラソンをしているような感じで、これから先長いよっていうところは出てるんですけど、でも前向きに捉えてね、流れがすごくいいからっていうのが出てきています。一つだけポイントとして挙げるのであれば、何かね、そのゴールに向かって、それが結婚かもしれないし、恋愛関係になっていくことかもしれないんですけど、お互いのゴールに向かって今準備するものが、今というかこれから先か準備していくものが必要になってくる。それだけはポイントとして入ってきています。そう。狐のカードっていうのはごまかしっていうのも表しているので、お互いごまかさずに向き合っていくことっていうのも、これから末永くお付き合いしていく上で大切になってくるかも。だからといって今あなたがとかお相手が何か嘘をついてるとかごまかしてるのかって言ったら、全然そんなことないんですよ。はい、なぜだったらお相手の周り取り囲っているところ、明るいカードがすごく揃っていますし、まずお相手のこの両脇っていうのが月、ムーンのカードと指輪のカードなんですよ。なのでお相手今結婚とか交際っていうのを視野に入れてると思うんです。出会ったばかりだとしたら、あなたのことを好きだと思いますよ。だってこのカードが出てるってことは、あなたと結ばれたいってことを感じてるんです。絆を確かめ合いたいとかね、仲良くなりたい。多分それ以上のことを考えてると思うんですよ。出会ったばかりだったら一目惚れとかなんじゃないかな。そしてデート誘いたいとかもあると思いますよ。ロマンチックなことを考えていますからね。お相手の周りのカードを見ていても、これからあなたと進んでいくことっていうのを、なんかね、ロマンチックな妄想とかもされてますから、嬉しい、いいと思います。ただここもね、ちょっとだけ周りのカードとして無知のカードが入ってるので、そうなんか未来に向けてお互いが準備することだったり、今何か取り組んでいくことが出てくる、これから先出てくるんじゃないかなって、今はまだ見えていないかもしれないんだけど、少しかすっていく程度であるかもしれない。そんなに大きなことじゃないんだけど、でもこれから長くやっていくために、まだ何か集めていかなきゃいけないものがこれからね出てくるかなっていう感じです。今乗り越えなきゃいけないとか、こういう障害があるとかじゃなくて、そう今は順風満帆に進んでいるから、この調子で仲良くやってって末永くやっていけるために、すごくいいですよ。前向きなカードがたくさん入っています。いや、ある程度お互いの距離感を保っていきながら、良いお付き合いがこれからしていけるんじゃないかなって、信頼関係もちゃんとあるし、不安要素があまりないんですよね。すべて100点満点のお付き合いっていうのは誰もできないので、やっぱりどこかで元気ない日もあるし、うまくいかない日もお互いそれぞれあるんだけどね、未来がすごくいいから、何かあったとしても対応していけるだろうし、またはそんな風にね、対応していけるような準備をするってことかもしれないですね。もし喧嘩したり対立とかするのであれば、その時は話し合って解決するとか、より一層コミュニケーションを深めていくとか、意地を張らずにすぐ仲直りするとかっていうのがポイントとして入ってるかな。なのでね、すごく大きな障害とか、これ乗り越えるの苦しいよねとかではないんですよ。少し気をつけると、これからずっと仲良くやっていけるっていうのが出てきています。とてもいいです。はい。
コミュニケーションもこれからどんどんと盛んになっていくでしょうし、毎日毎日幸せだなとか、やり取りできて嬉しいなっていうのをお互い感じると思いますね。あなたの方からも、そしてお相手の方からも働きかけっていうのがあるので、お互いが自然と仲良くなっていけるような、そんな未来っていうのが出ています。で、もし今出会ったばかりですとか、交際したばかりなんですとか、思いを伝え合ったばかりなんだっていう方々は、これから先の未来、とても明るいデートっていうのもあるし、会える毎日のやりとりっていうのもありますから、お互いの信頼関係を育んでいってくださいね。そしてもうすでに交際されているよっていう方は、お相手結婚っていうところを意識されてるし、あなたも愛情っていうところが出てきています。だからすっごくいいカードが出てきてるんですよね。またそれに向かって決めて進んでいきたいっていうあなたの思いやお相手の思いっていうのもちゃんと出てきていますから、今交際している方はもう2人の結婚だったり、またはそれに近しいものに向かって今進んでいく、順調に進んでいくっていうのが出てきています。ではアドバイスカードです。アドバイスカードはこの4枚が出てきています。そうなんですよね。雲のカード、もやもやすることっていうので出てきてるんですけど、雲で隠れてしまう、太陽が隠れることがもしあったとしても、それを吹き飛ばすぐらいの強いエネルギーの太陽っていうのがありますから、ね、雲は時間とともに流れていくんだけど、太陽って日が変わってもまた昇ってくる、いつもね輝いている太陽じゃないですか。雲に隠れる時もあるけどね、だけど基本的にはこの存在っていうのは変わらないんですよ。それを強く思ってください。これからタイミングやってくるのかなっていう感じもするので、子供のカードも入ってますよね。新しい始まりっていうのも表してるんです。なのでお二人にとって環境が良い意味でね新しくなっていくのか、本当に交際が始まっていくのか、出会ったばかりでね交際っていうところに行くのか、結婚して新しい生活になっていくのか、いずれにしろ2人の間で始まりっていうのがテーマとして、共通のワードとして入ってくるかなっていうところが出てきていました。そう、今のうちにいろいろ準備したり、何かね思うところがあれば準備しておくこと、将来に向けて貯蓄するとかね、そういうところです。をしておくと後々、いいんじゃないかな、スムーズに流れていくんじゃないかな、よりスムーズにね流れていくんじゃないかなっていうのが出てきていました。そうですね。あとはお相手からのメッセージっていうところで、今あなたに伝えたいことをもらっていきます。はい、ワンドの9です。はい。そしてペンタクルのページ。はい。で、ソードの9です。はい、出てきていました。変わっていく時っていうのが大きく入ってきていますね。2人の関係性が、変化するというか、今までお友達だとしたらそこから恋人とか、恋人だったら家族というような感じで、今変化を迎える時がやってきています。なのでだからそういう意味もあるのかな、次の展開へ向けて準備していきましょうっていうのが出てきています。何かあってもすぐ対応していけるように、何か今ね思い当たることがもしあるんだったら、それに向けて準備していくのがいいんですけど、もし今特に何もないよっていう方は、今できることをやってみてください。例えば貯蓄だったり、その将来に向けてお互い話し合っていくこと、コミュニケーションを重ねていくことだったりとかね、現実的なところで進めていくとかね、何かしら準備できるところがあると思うのでやってみてくださいねっていうのが出ています。あと、あまり無理をしないことっていうのがお相手があなたに伝えたいこととして入っています。あまり無理しなくていいよっていうことと、あと何かをはっきりさせたいっていう方がもしいるのであれば、なんでしょう。例えばあなたがイエスノーをはっきりしている性格なのか、でもどうでしょう。もしね、なんかそうかもって、割とね、さっぱりした性格で、ストレートに言うのが好きとか、言われた方が好きとかっていう方であれば、あんまりそこに対して無理しないでねっていうような感じでも入ってきます。そう、あなたが悩みやすいっていうところもあるのかな。
なんか強そうに見えるんだけど、内面実はナイーブなところもあるんじゃないかな。積極性っていうのが見えてるんですけど、なんかこうね、周りからはアクティブな人とかストレートな人みたいに風に思われがちなんですけど、実は弱いところも持ってらっしゃるのかなっていうのが見えています。なんかこう言われて傷つきやすいとか、そういう繊細なところもお相手は感じてくれてるので、何かね、無理しなくていいよってことを伝えてきてくれてる気がします。どうでしょう。そして時間を使いながらこれからもね、育んでいこうねっていうようなメッセージが入ってきていました。お相手これから将来のことに向けて考えてくれています。そうですね。あとなんかね、なんだろう、もう一枚もらっていいですかね。もう一枚切らせてください。まだまだ時間かけてこれから達成させていくこと、やっぱりこう始まりっていう感じがするので、次のステージへ向けてっていうところをあなたに伝えてきてくれています。お相手からの一言、カップの10。ああ、なるほど。なんかすごく優しいですね。お互いがっていうのが入ってきます。お相手も優しいし、あなたも優しい。なんかこう波長が合うような感じがします。こう一瞬ね、あなたの方がリードしていくのかなっていうふうに思ったんですけど、でもお互いが優しくて、それでちょうどバランスが取れているっていうのがあります。一緒にいて自然体でいられるとか、距離が近いのも別に気にならないとか、っていうぐらいお互いの距離感っていうのが価値観として合ってるんじゃないかなっていうのがあります。無理することなく満たされている。ただそこにいるだけで満たされるみたいな感じでね、寄り添っているだけで満たされる思いになれるとか、そしてやっぱり将来のことっていうのをもうすでにお相手は視野に入れていますね。なので何かあったとしてもあなたを守っていきたいっていう風に思ってるし、守っていきたい、そう、手を取り合って2人でやっていきたいっていう感じです。はい、そのようにお相手からのメッセージで入ってきていました。常に寄り添っていたいとかね、そういうのもあります。支えていきたいとかで、多分準備することってお金のことだったり時間の使い方だったり住居のことなんじゃないかなと思うんですね。例えばお相手のお仕事とかあなたのお仕事に関することだったりとか、気持ちはもうすでにお互い通じ合っていて満たされているっていう並びで入ってきていますから、あとこれから育んでいくことって環境づくりとかなんじゃないかなというのが出てきていました。あまり不安にならないでねってことを伝えたいよって出てきているんです。もしあなたが悩んだり傷ついたりするときは満たしてあげるし、もし逆だったらそうしてほしいしっていうことも出てきていました。どんな困難があっても粘り強く取り組んでいくしねっていうのも出てきていますからね。はい。いいですね。これから何か始まって変わっていくっていう、これを2人で経験するのかなっていうのが出てきています。ではオラクルカードを使ってアドバイスもらっていきましょう。常に2人にとってのね、太陽っていうところをイメージしてください。ここね、何があってもまた同じ変わらない存在としてずっとあり続けるんだっていうところですね。では1枚もらっていきましょう。楽しんでいきましょうっていうアドバイスカードが出てきています。落ち着いてリラックスして、そして疲れた心を休ませて活力を取り戻していきましょう。シンプルに楽しんでください。今の人生、お相手と一緒に満喫してください。一瞬一瞬を大切に生きていきましょう。今生活のペースを落として無理することなく、すべての感覚で今の生活を味わってください。美味しい食べ物をゆっくりと味わうこと、周囲の世界の匂いを嗅いでみること、あなたの生活環境にあるものたちの色や手触りを楽しんでみましょう。リラックスして目の前の美しいものを楽しむ余裕を持っていくと、より良くなっていきますね。はい、生き急ぎすぎないでください。喜びを人生のモットーにし、お相手と一緒に楽しんでいきましょうっていう、そのようなメッセージが出てきていました。素晴らしいカードです。
もうステップアップするのが見えている、次の道がもう見えている、そのような、絵柄からもね見て感じることができます。余裕を持って進んでいきましょうということと、あとはお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは行動に移す時です。どんなっていうと、あなたの胸の中にこのような世界描かれていますね。あなたの思い描いている新しい自分や新しい場所へ向けて今飛び立つ時です。変革と脱出、これらが、このワードがね今あなたの心のヒントになっているでしょう。変わること、よりよく変わっていくことや、今の現状から抜け出すことが新しい世界や自分へ生まれ変わっていくための鍵になっていきます。飛び立ちましょうっていうね、具体的にアクションに起こしましょうっていうのがメッセージで入ってきていました。こちらも参考にしてください。今回はルノルマンカードのグランタブローで見る2人の恋の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。